財布は軽いが心は重い。こんにちは、唐揚げです。暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日のラインナップは、ご挨拶に来たワンちゃんたち、ヒザ神ピエロ人形、ドロドロの恋愛をしそうなモンスターでお送りします。お楽しみください。 Let's dive in。ジュリエッタさんはオーリーとラッキーというワンちゃんを2匹亡くしたばっかりでした。悲しみに暮れていたある日の夜、複数のワンちゃんの声がリビングから聞こえてきたそうです。オーリーとラッキーの死後、1匹の子犬を引き取って一緒に暮らしていたのですが、複数のワンちゃんの声が聞こえるというのは明らかにおかしいですよね。そこでジュリエッタさんはセキュリティカメラをチェックしてみました。そこには2匹のワンちゃんのような白い影が映っていました。完全に透けてますね。カウチの上でちょこんと座っているワンちゃんが2匹に反応しているようにも見えます。見えているのでしょうか。ジュリエッタさん曰く、オーリーとラッキーで間違いないとのこと。私、2匹のワンちゃんを同時に飼っていたことがあります。母犬と子犬。私が腕を折った時、同時期に子犬も腕を折りました。母が胃潰瘍になった時も、母犬が同じように胃潰瘍になりました。正直偶然には思えないんですよね。少し傲慢に聞こえるかもですが、やはり守ってくれたのではないかなと思ってしまいます。もしそうであればけなげですね。そんなことしなくていいのに。オーリーとラッキー、最後にジュリエッタさんに挨拶に来たのでしょうか。真実はわかりませんが、そう思うようにした方が今後の人生豊かに生きられるような気がしますね。はい。このカップルはいわゆる心霊探索系の動画を普段投稿しており、心霊スポットなどに行ってはいわゆる呪物的なものを拾ったり買ったりして集めているんだって。壁に吊るしてあるピエロの人形は最近ゲットしたお宝呪物らしいです。週末カップルでエクソシストを見ています。一番やべえシーンです。とりあえず声縁でモザイクを入れときます。彼女毛布を抱えるようにして顔半分隠しながら見ています。可愛いじゃねえか。彼氏が怖がる彼女をからかっています。しかしなんでカメラ回しとんねん。突然の足ピーン。いきなり動きました。膝芯も真っ青。よく見ると顔の向きも変わっています。彼女を見下ろしているように見えますね。彼氏はなんかずり落ちたなぐらいのテンションだったのでしょうか。動画を回し続けます。心霊現象やんと分かっていながら撮り続けたのならかなり鬼畜な彼氏ですね。休む間もなく今度は腕ピーンです。デュークサライエのごとく。これには彼氏もビビった様子。思わず声を出してしまいました。電車に乗っていた時、隣に座っていた見ず知らずの女性がうつらうつらと私の肩に頭を乗せてきたんです。ジェントルマンな私は、ワイの肩ならいつでもお貸ししますぜ、とそのままにしておいたんだけど、その女性が下車するとき、よく見たら、長髪のおじさんだった時の私ぐらいびっくりしています。都市ボーイズの早瀬さんとか田中さんの YouTube を大好きでよく見ているんですけど、呪物って怖いんだけどなんか惹かれますよね。呪術廻戦とかすごく流行ったですしね。私にも憎たらしい人はいますが、消えてほしいほど憎たらしい人はいないかな。15分に1回、無性にお尻が痒くなるぐらいの呪いなら、かけてみたい人はいますか。You killed your mother! You killed your mother! You killed...
ペルーの小さな町サントドミンゴで起きた洪水で町がどえらいことになっているニュースです。魅惑のヒョウ柄シャツを着たアナウンサーが倒壊した町の様子を取材しております。ペルーのミトちゃん的存在なのでしょうか。さりげなくおじさんが現れました。おじさん、勘弁してくれ。町はもうむちゃくちゃだよ。とかなんとか言ってます。公園などはもうはちゃめちゃです。さて、ニュースレポーターが被害に遭っている場所をレポートしている時のことでした。それは突然現れました。泥男が階段を這い上がってきております。苦しそうです。自ら進んで苦しむタイプの妖怪なんでしょうか。プチ巨神兵にも見えます。見るからにドロドロの恋愛をしそうです。ただ、普通に溺れている男だったらかわいそうですけどね。おっと、そこのボーイズ&ガールズ。ニュース映像だから本物に違いないという風に断定するのは危険だぜ。フェイク映像制作ガチ勢であれば、ニュース映像に後から加工を施し、この泥男を付け足すなんてお茶の子さいさいさ。いやー、洪水ってほんと厄介ですよね。洪水もそうだけど、災害に関しては日本も多いので、ほんと人事ではないですよね。私、洪水の経験はないですけれど、海外を意味もなくブラブラとほっつき回っていた時に、かなり大きな地震を経験したことがあるんですよ。ちょうど外を歩いていたのですが、電柱が倒れて電線が落ちてくるわ。道路には地割れが走るわ。ぶっ潰れる家があるわで、ほんと大変でした。しかもその後なぜか、ヒャッハーと暴動が起きました。海外の怖いとこです。まあ日本でも災害にかこつけて悪いことする奴はいたそうですけれども、そんなもんじゃありませんでした。路上では車が燃え、店は燃やされ、そこら中で喧嘩。ガチ無法地帯でしたね。私はその時、スラム街にある4人家族の家庭に、ホームステイみたいな形で住まわせてもらっていたんですけど、暴動が起きた時、なぜか家はもぬけの殻でした。不思議に思い、後であの時どこ行ってたのと尋ねたら、家族総出でヒャッハーしてたとのことでした。事務所総出でやりますねというユッキーナの名言を思い起こさせます。そんで、戦利品を自慢げに見せてくれました。ドン引きしている私をよそに戦利品を褒め合う家族。同じ地球でも住んでる場所でこんなに価値観が違うんだなぁと実感し、いろんな意味で少し悲しくなりました。